疲れるよ。どうせ夏が大汗がかかる。ここから切って手でこう丸めたりっていう作業がプラスされるね。2時間ぐらいか。今店主さん、うん、何年前ぐらいから？ 3年目かな。大阪で10年ぐらい。大学の時にここちょっと手伝ってて、いやまあ昔から楽しかったし、やりがいがあったからかな。ばあちゃんからと話してて、後々やってみんかみたいな話はちらっとされてたけど。表現しにくいんです。ただちょっとこれをすることによって味は変わるけど、なんか深みが出る。やった後とやる前全然味が変わってきたりする。鶏、油揚げ、人参、ごぼう、糸こんにゃく、しいたけ、もう具たっぷり具材。ご飯よりこっち具の方が多いかなって感じ。ほんで塩昆布も入れる。油も入れます。
あるし、ちょっと出汁も出るし、それが美味しいみたい。いい香りがする、ごぼうの匂い。ここら辺はいなりとセットっていう組み合わせなん。その基本な。割といなりは甘いから甘いご飯が好きじゃない人おるやん。だから結構うちおにぎりが売れる。我慢で置いといて。ありがとう。ほんま。いらっしゃい。木曜日かな。
何年ぶりぐらい？久しぶりに兄弟で予定があったので小さい時からねよく来とったな、ふるさとの味です。ふるさとの味。好きなところというか。コシの強さですね。私は絶対あちあちが出てくる、熱いのが出てくるのが好きです。はい。はい。大概うどん食べるときはここやけどね、うどん県やからどこ食べても美味しいけども、自分の好みでな一番合うとこでこう来よるな。じゃあ僕天ぷら中で。はい。天かすはい、いいさ、天丼です。大体10分。
おはようございます。20年。いいよ。はい。はい。
か昔懐かしい味だ。ありがとうなお兄さん。ありがとうまたね。よかったな。うまかったよかわった。最高や。ありがとうございます。ええ感じ。ああ、そうやな。二通り書いたきな。はい、ありがとう。シューととろろ。飲んだでいいですかね。はい。はい。ありがとうございました。マジでそう。テレビか。
今日はどうしてお店に来られたんですか？自動車学校の合宿でこっち来てて、社交の先生といかがですか？美味しいです。いろんな人がおるな。けどバッチリやった。ありがとうございました。10番さんに2ついきますよ。出しました。ラーメンのハーフお2つです。ご飯に合うラーメンっていうのをコンセプトのもとに作られたラーメンなので、ジャンメンとご飯っていう形でぜひ一緒に注文していただきたいです。お願いします。はいよ。トロトロのあんかけが美味しそうやなと思って、辛いのも好きなので。お願いします。はいよ。高知県産のニラになります。お、うまい。桃ですね。生姜めっちゃ使ってるんですよ、ここの唐揚げ。めっちゃ美味しいですよ。そう。
塩海水って言って、ホルモンの臭みを取るためにこれにつけてしっかり下処理してます。それにつけるとやっぱ臭みがはい、出るみたいな。そうです。切って下味つけて一晩寝かせて。申し訳ないです。唐揚げの調合です。ゼロ。バッチリですか？のけて。向こうも。ハーフが11番。11番。入れます。はい。そうです。
お伺いします。マジで美味しいです。めちゃくちゃうまいです。マジ。あんもマジで美味しい。美味しくて。たまらないです。たまらないです。ご飯追加です。はいよ。お願いします。はいよ。ごめん。ちょっと光るな。うまいな。何してんの？あと中華とジャンメン5。10番さんに2ついきます。はいよ。はい、お願いします。できました。お待たせいたしました。ジャンメンお2つです。口なり気をつけてください。元気にどうぞ。すぐ県外に行くので、こっちの味を食べたいなと思って。美味しいです。ありがとう。今日はどうしてジャンメンを食べに来たんですか？高知に旅行に来て見つけてくれて、なんかインスタで調べてたらおすすめに出てきて、トロトロのあんかけが美味しそうやなと思って、辛いのも好きなのでめっちゃ美味しいです。めっちゃ絡まってます。456番さんです。大盛りです。こちらジャンメンです。波ね。そう。ジャンメンの波です。波こちらです。はい。こちらで気をつけてください。どうぞ。
リーで一つ劇です。はいよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。うどんです。はいよ。うどんです。お願いします。はい。ハーフリです。はいよ。寒いけど。もらいます。ネギジャン麺が11番さんです。こちらジャン麺です。お待たせしました。どうぞ。僕ネギジャン麺です。僕ジャン麺。お店にはよく来られるんですか？ちょこちょこ美味しいです。美味しいです。癖になるっていう。お待たせいたしました。ジャン麺のハーフお二つです。こちらで気をつけてください。やっぱり特に寒い時は温まっていいですね。美味しいですよ。いつも頼まれるメニューとか決まってますか？これは外さないですね。ネギです。はいよ。麺型です。お願いします。お願いします。はいよ。お願いします。はいよ。お願いします。お待たせしました。ジャン麺とご飯です。どうぞ。お二つです。はい。お願いします。前回とかじゃないよ。うちの子の基本。
にも声かけて一括りにしても全然いいのに。いや無理だろ。ジャンメンは結構ちっちゃいお子様でも食べていただけるぐらいの甘辛いあんかけのスープになってて、中に入ってるのがニラと卵とホルモンなんですけど、使ってるものも高知県産っていう食材にもこだわってます。ご飯に合うラーメンっていうのをコンセプトのもとに作られたラーメンなので、ジャンメンとご飯っていう形でぜひ一緒に注文していただきたいです。朝多分丸亀で一番早く開くうどん屋さん。昔ながらの私らのソウルフードよね。ソウルフード。もちもちして美味しい。いろんな種類があるので、ごぼう天が美味しい。いらっしゃいませ。ごぼ天お待ちの方。ごぼ天お待ちの方。お店ができたのはいつぐらいになるんですか？44年前です。場所も違うんですけど、製粉所があってこちらに移転してきて製麺所になって、こちらのお店は後からできたんですけど、私の祖父創業者がその当時やってました。この後も少し煮込んでいって、こちらがわかりやすくないです。スクランブルエッグの冷たいパンです。冷たい麺の上にこれをかけて醤油で食べるっていう冷頭うどんっていうんですけど、よく出るメニューは何になりますか？かけうどんが必要ですよね。現在も大昔オリジナルメニューが上ネギうどんみたいな感じです。
ちらは何節ですか？うるめですね。新潟昆布、いりこ。この管で出汁をこう吸い上げる。はい。ポンプで送ってるの。これは今何を？これですね。出汁取った椎茸とか昆布で甘煮のおにぎりのそういうものとかうどんにかける方もいらっしゃいますね。本来であれば手押しで伸ばして、これを押してローラーで一気に伸ばしよう。この分の時間でやらないとセルフ点っていう状態なので、1枚打ってだいたい13から15束なんで、これで押さないと時間が全然間に合わなくて、工業地帯でもあるので、お客さんがお昼にいっぺんに集中することが多いので、手打ちでやってると列が永遠に伸びる。これは二八そばですね。香川県で出してるうどんと一緒でそばって割合太いんですけど、うちでは細めに通常のそばと同じとこまで伸ばしていきます。そばは茹で時間どのくらいですか？今だと2分半。やっぱ細いですね。かけうどんをもらった時はこちらでおじさん自身が温めて天ぷらとのもセルフやし、だし入れるのもトッピングするのも。こちらのコーナーは何になるんですか？プチカフェみたいな感じでね。はい、すいません。お待たせいたしました。はい、炭酸ボタンです。熱いに気をつけてください。いただきます。今日はどうしてお店に来られたんですか？夜中にお酒を飲んでいたら、ここのうどんが恋しくなるんです。飲みの締めでございます。昔ながらの私らのソウルフードよね。ソウルフード。40年。中学校の時から朝はここです。朝、多分丸亀で一番早く開くうどん屋さん。喫茶店の朝のモーニングの感覚やな。聞いたことある。
そばが出来たちやった時はコシがあって美味しいです。うどん屋のそばが好きです。お客さんはどんな方が多いですか？お仕事されてる方が多いですよね。近くの会社関係の方とかがメインで来られてます。東京時代なんて大体6時から7時半が特に出勤前までの朝ごはんタイムで、その時間までにおうどん食べに行こうということで、土日は観光客の方、家族の方でいらっしゃいます。そばのそのままもちもちして美味しいです。お昼に向けて種類が増えます。ごぼうのかき揚げであったり、エビのかき揚げであったり。お店にはよく来られるんですか？ほぼ毎日。そばがあるので。そばがあるお店ってそんなに多くないんですか？ないですね。いろんな種類があるので、このごぼう天が美味しいです。広島から来ました。瀬戸内に渡ってちょうど渡ってきたばっかりで、朝ごはんせっかくこっち来たけんうどん食べたいねっていうんで寄らせてもらいました。広島のうどんとはちょっと違います。やっぱちょっと違います。麺もだし、お出汁もちょっと優しい感じ。美味しい。今さっき見てびっくりしたのが、生姜一玉じゃない、波で一玉なんで。本格的にお店のお手伝いとしてやったのは小学5年か6年か、お皿洗いから。代替わりしたのは何年前ですか？16年前。父がちょっと癌で亡くなられたんで。真心さんの麺の特徴ってありますか？食感ですね、もちっとムチっていうんですかね、中にちょっとコシがあるという感じですね。もちすぎると伸びちゃうんですよ。ちょっと柔らかいんで、あまり打ち越しないんで、なおくっつきやすいんですよ。日曜日じゃ多いと80枚送ります。お待たせいたしました。
どうぞ。1日何鍋分ぐらい炊くんですか？土日だとこれ2回半とか。サラリーマンじゃないんで。半熟卵を天ぷらにしてます。中はそのままでも食べれる状態なんで、衣が少しカリッと揚がったらそれで出来上がりです。お店にはよく来られるんですか？お家から来てる。うどん美味しい？さて、お待たせです。ただ温めてください。知り合いの魚屋さんがたまたま綺麗なごば天お待ちの方、ごば天のお待ちの方。会社が近いんで、よう来るんですよ。お昼ご飯でいつも利用させてもらってるんで。
各地海外に、おうどんを送ってます。宮武讃岐製麺所っていう名前で送ってます。ゆで麺ですね。ロングライフ麺。これでお店に持っていきます。はい、これで。いつもの癖で。塩。いろんなものネギとか話